口の中に入れた瞬間、この大福溶けます。そして包みません。はいどうも、半分ひょっとこの半とこです。このとろける求肥と濃厚なさつまいもあん、どちらも電子レンジ一つでの調理が可能です。混ぜるだけで簡単なので、ぜひ最後までご覧ください。クッキングスタート。焼き芋を 180g 使います。お芋の皮を剥きましょう。ちなみに焼き芋じゃなくてもふかしたお芋などお好みのお芋で大丈夫です。皮を剥き終わったお芋の4分の1個分だけ切ります。切ったお芋は別で使うので避けておきましょう。さつまいもあんを作ります。お芋を潰します。このようにして押しつぶしながら混ぜていきましょう。このくらいまで混ぜ合わさったら、そこに練乳大さじ1を入れます。よく混ぜ合わせます。よく混ぜ合わせたら、次は電子レンジ 500W で3分加熱をします。電子レンジから取り出したお芋にバター 10g を入れてよく混ぜましょう。この際に滑らかになるように混ぜ合わせていきます。あんこが混ぜ合わさったら、次はお皿を用意します。お皿に先ほど避けておいたお芋4分の1個を乗せて、覆うようにしてさつまいもあんを持っていきます。そしてドーム状のような丸くなるように形を整えていきます。このくらい形を整えたら、表面を撫でるようにして丸くします。これであんの準備はできました。次は求肥を作ります。切り餅1個を用意します。それを8等分に切ります。このように8等分に切り終えたら、耐熱容器の器を用意して、そこに切り餅を入れましょう。そして牛乳大さじ2を入れます。次に練乳大さじ1を入れます。軽く混ぜて全体をなじませます。電子レンジ 500W で2分加熱を行います。電子レンジから取り出したお餅を混ぜます。はじめの頃は牛乳とお餅が分かれてますが、混ぜ合わせ続けることによってこのように全体がまとまります。このくらいまで混ぜ合わせたら、そこに牛乳大さじ1を入れます。
そして再度電子レンジ 500W で1分加熱をします。電子レンジから取り出したお餅を再度滑らかになるまで混ぜましょう。このくらいまで滑らかになったらあと少しです。このくらいまで滑らかにトロトロになったら OK です。あとは仕上げです。先ほど器に盛り付けたさつまいもあんに出来上がったトロトロのお餅をかけましょう。お餅をこのようにしてかけ終わったら、このまま軽く冷まします。次に片栗粉を上からふるいかけましょう。あとは上からラップをふんわりとかけて、冷蔵庫で10分から15分ほど冷やします。これで完成です。いかがだったでしょうか。このとろける包まない大福、とっても簡単ですごく美味しいので、お好きなあんこやクリーム、果物などを使ってぜひこの方法をお試しください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた次回のレシピでお会いしましょう。